こんにちは、ずんだもんなのだ。今日はボール盤で使うスピンドルサンダーを作っていくのだ。角を落としたり曲がった場所を磨ける便利な装置なのだ。これが軸となるボルトなのだ。まずこの鉄を切るのだ。これは切るときボルトが動かないように固定しているのだ。早速切るのだ。なんか少し動いているけど気にしないのだ。やはり鉄は硬いのだ。やっと切れたのだ。次は木をくり抜くのだ。あ、止まった。力加減が難しいのだ。たくさん穴を開けたのだ。くり抜いた木をボンドで接着してから貼り合わせてパーツを作るのだ。ボンドを塗るのは楽しいのだ。固定して待つのだ。しっかりとくっついたのだ。ずんだのテクニックは最高なのだ。真ん中に穴を開けるのだ。すでに穴が開いてるけど少しずれているから開け直すのだ。穴にボルトをぶっ刺すのだ。手に持った状態で叩くのは危ないからみんなは真似しちゃいけないのだ。入ったのだ。次はボルトの両端にナットをつけて固定するのだ。タップでネジ山を修正するのだ。実はネジ山は潰れてない。タップダイスセットを買ったばかりで使いたくてしょうがないのだ。起伏の時をしばらく眺めてみるのだ。ここからナットを取り付けて固定するのだ。いい感じに締まったのだ。これは下側の支えになるパーツ。真ん中に穴を開けるために印をつけているところなのだ。印をつけた場所にいい感じの穴を開けるのだ。木くずが飛び散ってるのは我慢なのだ。うまく穴が掘れたのだ。ここにアマゾンで1個100円で買ったベアリングを入れるのだ。ハンマーでぶったたく。壊れないかドキドキしながらやってるのだ。しっかりとはまって満足なのだ。作った2つのパーツを取り付けるのだ。取り付け完了なのだ。回転させながらヤスリで削っていくよ。なかなか削れないので早送り。削り終わったのだ。次にやることは貼り付ける紙ヤスリを切ることなんだけどなかなか切れなくて少し動揺してる。紙ヤスリは裏から切らないと刃がすぐにダメになること知らなかったのだ。やっぱりハサミ使うか。サクサク切れる便利な道具なのだ。切った紙ヤスリの裏に適当に両面テープを貼るのだ。木に貼り付けたのだ。これで完成なのだ。早速使ってみるのだ。試しに下の支えのパーツを磨いてみるのだ。外れちゃったのだ。めちゃくちゃ焦ったのだ。ちゃんと押さえて貼り付けるのだ。今度は成功させるのだ。きれいに削れたからこれでスピンドルサンダーは完成なのだ。今回はこれで終わりとなります。少しでも面白いと思ってくれたら
ル登録といいねをしてくれたら大変励みになります。次回の動画でお会いしましょう。